さん、こんにちは。漫画家の島田真です。はい、やすくんです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、以前皆さんが、どういうので、今、絵悩んでるみたいなのを聞いたときに、コメント欄でいただいたことの書き方なんですけども、男子の髪型の書き方について説明していきたいと思います。あー、なるほどね。髪型の書き方悩んでる人多いと思うんだけど、特にね、女の子かなと思うんだけど、コメントくれたのは、男の子の髪型が描けなくて悩んでます。バリエーションもなくて困ってますと。あー、パターンがね。そうで、いろいろ教えてください。ワンパターンになりがちになっちゃって。そう。でも私もそれ昔悩んでたからすごい気持ちわかると思って。なので今日は男子の髪型の描き方、そしていくつかのバリエーション紹介という感じでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まず男子の髪型なんだけども、まず顔を描くじゃない。ここはみんな自分なりの男子を描いてね。みんなが一番難しいと思う男子の髪型って、まずは単発短い髪だと思うんだよね。そうなの？多分そうだと、女の子と同じ髪型は要は描けるんだよ。ってことは、長髪みたいのは、女の子っぽいから、描きやすいんだけど、でね、なんで単発が描きづらいかっていうとね、生え際がよくわからないからだと思う。要はまずちょっと消す線で消せるものでねイメージするけど、まずここに骨格を考えるじゃない。坊主の頭がこうやって顔がイケメンだからかっこいいね。それであるじゃない。で生え際がこの眉毛の上とこの頭頂部の間ね、間にこれは広い人もいれば細い人もいるから徐々に交代していく人もいる。こういうふうにね数年後ね、Sくんかもしれない。交代していく人もいるからわかんないけど、まずこのね自分の中でしっくりくる位置にこうやってまず横線引くじゃない。でこの横線引いてったら、一回縦線入れるじゃない。縦線をこうやってピッピッって。で、このままさらすんじゃなくて、一回ここでカッて入れる。横にピッピッって入れる。で、このまま耳の横のもみあげまで線を引いてあげる。あ、これもなんか坊主のキャラやん。まあそう、よくいるゾロみたいな。ゾロこんなじゃないよ。ここのちょっとここは直線的にしすぎて、もしかしたらもっと滑らかな人もいれば、あんまほとんどなくてこう円形の人もいるかもしれないけど、イメージとしては一回このラインをイメージしてあげるのがいいと思う。なるほどね。カクってさせてあげた方がいい。こういうラインを引いといてあげたりして、こういう風にすると変だから、やっぱこんな風にすると変だから、確かにね。真正面から見たときは、ここの幅がほとんどなくて、ほんのちょっとここにこういう段差があるかなぐらいの気持ちで大丈夫。これが斜めから見たときは、もうちょっと、斜めから見たときは、こう、角張ってんのね。こういう風にしてあげて、こっち側はもう何もない。みたいなイメージね。高校球児だよね。そう。まずは、ここがね、イメージできると単発って描きやすくて。確かに。この子から生やしてあげればいいから、毛を。で、あとこれがイメージできると、オールバックとか前髪をアップしてる髪型も描きやすくなるのね。で今まずこれをイメージして、ちょっとここの横に2パターン髪を描いてみたいと思います。高校球児から派生するんだ。そう。今からこっちにこの子をイメージした感じで髪描いていきたいと思うんだけども、まずは、よくある単発ヘアの場合ね、ちょっと消せるペンでまずこのラインをイメージして描いてみます。前髪のね。で、要は単発って言ってもさ、ちょっと前髪はあるわけだよ。だから、こう、いきなりこの線ピッて描くんじゃなくて、ここからちょっとずつ毛を生やしてあげる。なるほどね。生え際をこの辺にしてあげたらいい。で、やっぱりここからも全部毛は生えてるんだよ。だから、こういう感じでここのイメージして毛を描いてあげる。後ろもね、このもともと描いた丸い線あるじゃない。ここに毛を生やしてあげる感じで、芝生を描いてあげるようなイメージで。芝生。こう、芝生をね、生やしてあげる。でもほら、芝生みたいなもんだから。そうなの？生えかけの毛って芝生で。まあ確かにちょっと痛いけどね。チクチクしてね。こんな感じ。で、もうちょっと寂しいなーっていう時は、まあ後ろのこの辺りつむじとかがあるイメージで、毛をちょっとこういうね、よくわかんないなら、こう少しだけキタキタっていう毛を描き足してあげる。バナナみたいな。そう、キョッキョッとかさ、まあもう、一本ピッとか、こういう感じで描き足してあげる。そうするとほら、もう単発男子。まあ確かに。だから高校球児が野球部辞めた後の。高校球児が辞めたわけなんか顔もさ、適当だからすごいふぬけたよ。ふぬけた。まあこうね、かける。これで今単発一回みんなかける。なるほどね。で、もう一回生え際ちょっとイメージしてここに描いてみるね。これ私水色で描いてるけど、みんなはこう鉛筆とかでね、消せるもので描いてくれたらいいので、前髪をこう、パッと上げてる。オールバックじゃないけど、前髪をよく上げてるキャラっているじゃん。そのイメージだと、ここが生え際だとしたら、こっから毛を後ろに持ってきてあげる。
はあ。こういうこと、毛は長いんだよ。この子の毛は長いんだけど、ここに生え際があって生え際が見えてるから、ここの生え際を意識して、こう、毛を上に上げてあげる。はあ。まあ、こう。まあ、こういう風だよね。そう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 。で、ここはもう後ろに全部上げてあげてもいいし、横の毛を垂らしてあげてもいいから、まあよくあるここをこうやって垂らしてあげるパターン。まあ本当はこれがきっと長いんだよ、毛はね。なるほどね。で、髪の毛をあとは描いてあげる。この時もここにもともと描いた線を意識してあげて、こうギザギザみたいなのを描いてあげる。ああ、まあここあるからね、本当はね。描いてるからね。っていうのをイメージしてあげると、まあ男子の前髪の描くところ、困んないと思います。ああ、まあだから絶対に最初にこの高校球児をイメージしなきゃいけない。そう、ここだね。だから、このラインをちょっとイメージできるといいかなと。そうするとバリエーションがちょっと増やしやすいってことだね。ちなみに私、このラインは、ワンピースのゾロを見て学んだ。子供の時にゾロを見て、ゾロを見てなんかもしゃってるうちになんとなくっていう感じだったから。じゃあぜひ、下先生みたいにゾロをもしゃれば、もしかしたらバリエーション増えるかもしれない。そうかもしれない。よりもっと上手かもしれない。やっぱゾロは。より男性らしい感じしてるからね。っていう感じでやります。じゃあ、今度はもっといろんなパターンの男子の髪型の描き方をどんどん教えていきたいと思います。はい。では今からいろんな男子の髪型を描いていきたいと思います。いや、まず一つ目、比較的これはもしかしたらもう描ける人がいるかもしれない。マッシュヘアを描きたいと思います。あ、マッシュね。マッシュヘア。前髪をとにかく目の上スレスレに重めに取ってあげることが大事です。いや、それがね。そして生え際を決めておくことね、前髪の。この辺でね、頭頂部ぐらいから毛を出して、もう目の上スレスレに重い前髪を描いてあげる。あとイラストの場合はこの目、やっぱ顔の横のこの耳の上あたり、このあたりにちょっと内側に入る毛を描き足してあげた方がマッシュヘアっぽくなるかな。で、耳の上あたりでこう、キノコのような膨らみをこう一回出してあげる。あ、マッシュヘアだ。これでまあマッシュヘアになります。本当だ。これマッシュヘア男子。で、マッシュヘア男子の場合は後ろの毛はもう描かない方がいいかな。耳の後ろから。逆にね。特にまあ、目にやる気をなくしてあげるとよりマッシュヘア男子。黒髪マッシュが良ければ、ぜひ髪の毛をこの後みんな黒く塗ってあげてください。じゃあ次は、2ブロックヘア男子みたいな。下がここがもう刈り上がってるパターンの男子。たまにいるじゃん。下が刈り上げてて上の毛が長いみたいな。で、さらに前髪をちょっと立ち上げて流してるパターンの男子いきたいと思います。これさっきのあれ必要です。前髪の生え際意識すること。それは必要なんだ。なんとなくあった方がいいと思う。まあ真ん中分けにしようかな。こう前髪のがここら辺に生え際があるってイメージするじゃん。もうさっきみたいに細かくは描かないけど、まあこの辺ぐらいから立ち上がってるイメージ、一回こう生え際をこうまず描いてあげる。で、こういう風に毛の流れを描いてあげる。なるほどね。難しいね。この内側の生え立ってるところを、この内側のばかりを描いてあげる。で、こういう風に前髪の流れを意識して描いてあげると、ちょっとよくまあ今流行りのさ。で、なんかこれだとパックリ分かれちゃってるから、数本こうやって流してあげる。漫画だからあるってやつ。実際だとお前毛が落ちてるようになるけど、まあリアルな場合はこれがやっといてあげたか案外気にならないかな。あれだね、なんかセクシーさが出るね。そう。後ろの毛も、まず上は普通にちょっと長めに描いてあげます。で、こっからなんだけど、ここのね、ちょっと横から正面だと分かりづらいけど、この下にある毛を、こう横線とかでこう黒く塗ります。分かりづらいね、正面からだと。ちょっとこれまで斜めパターン追加するわ。確かに。横が刈り上げてるみたいなところってことでしょ、イメージ的には。そう。今これ前髪のパターンね。で、後ろ髪も、まず上の部分は描いていくじゃない、こうやって普通に。そうしたら首から後頭部のこのラインね、このラインのあたりをこう横線でこう黒くこう塗ってあげる。こうするとほら、ここがこう刈り上がってるこのちょっと隙間を黒く塗ってあげると、まあ刈り上がってる感じ。なんだともみあげのとこもこうクッとつけてあげると、まあここが刈り上げ系男子、まあある漫画とかのキャラでよく。をかけると思います。なるほどね。こういうパターン、髪も2色使えるから色がさ。この刈り上がってる黒い部分と、まあ上の染めてる部分みたいな部分で2色でできるから、まあキャラクターを増やしたい時にこのパターンの男子っていいんじゃないかなと。まさかセンター分け男子でも、そこでちょっとその違いをつけれるっていうね。そう。2人いたとしても。そういう感じでいいんじゃないかなと思って一つおすすめです。なるほどね。次は、
前髪短め、後ろウルフパターン描いてみたいと思います。いや、ちょっと待って、全然、イメージつかない、イメージつかない。まず前髪短めいこう。さっきのまた生え際これ意識していこう。やっぱりだからその、生え際を、この、高校球児のやっぱ意識することで、どこから髪の毛を描けばいいかみたいなのが分かる。あと分け目がね、今この子真ん中で分けたじゃん。女の子を描くときだけど、分け目って真ん中だったり斜め分けだったりとかいろいろある。ある。今回は斜め分けパターンでいくね。ここら辺から、こう、短い毛が生えてて、こう、アシンメトリーだから、こっち側はちょっと長くしていきます。片方だけ長くて片方短いやつね。こっちもまあ、で、顔周りの毛は正直ちょっと結構、ここの毛ね、サイドの毛は長い方が漫画キャラとしては生き生きすると思う。こうなんか刈り上げちゃうより。ほら、S 君とか見ると結構リアルな男の人はここの毛ってないよ。結構切っちゃってスッキリさせちゃってるけど、漫画キャラはもっさりさせてあげた方が可愛い、かっこいいと思う。こう、左右ちょっと対称じゃない前髪を描いて、さっきのこう、ツンツンヘアをちょっと応用していくじゃない。さっき短い髪男子描いたじゃん。あれを応用して、芝生ね。そう、ちょっとこう、よりツンツン外にこう、羽で描いていく。外に羽で。で、さらに、ウルフだから下の毛もこうやって外に羽で、描いてあげる。これでこうフィアスとかめっちゃつけたりすると誰かの性癖にめちゃくちゃ刺さりそうなキャラできると思う。いるこういうキャラっていうパターン。もう3パターンやん。3パターン。じゃあ次は前髪を立ち上げてちょっと長めでセクシーパターンいきたいと思います。これがちょっと応用編にはなってくるんだけど、まず生え際をいわゆる真ん中にしたけど、斜めぐらいこの辺イメージしていこう。で、立ち上げるからこの辺から毛が生えてきて、こういう感じでこうギザギザ内側描いていくじゃない。で、こういう風に結構立ち上げた上で顔の周りに毛を流してあげる。こんな感じで結構こっちがこうやって言うと立ち上がってるのムワンとね。で、こっちの毛は耳を隠すぐらい長く描いてあげる。なるほど。で、今度こっち側耳にかけてる毛を描きたいと思います。なので、こっち側もこうやって生え際がこっからこうやって見えてる。このさっき描いたラインに沿って毛を流して耳にかけてあげる。耳を出してあげて、この耳の後ろに線が行くように線を描いてあげる。こうするとこう片耳こうかけてるように見えるから、こういう人っていうのはまあ女性キャラでもさっき結構セクシーっぽく描ける。だからちょっと貴族系のキャラにできるよ。王族的な。そう。なんかこうひらひらの服とか着てちゃってさ。ありじゃないこういうのも。これはシーボス先生だから描けるやつね。いや、描けるよ。みんな練習したら描けるわ、こういうのね。こういう貴族キャラみたいなね。ちょっと人気出そうなやつだ。もうちょっといいんじゃないかな。要は片耳かけてあげるっていうね。かっこいいかっこいい。かっこいいよね。じゃあ次、あんまり私自分で描いたことがないし、使う機会はないかもしれないけど、リーゼントって髪型あるじゃない。ある。昔流行ってた。突っ張ることがを描いてみたいと思います。これもやっぱ生え際をイメージしてあげるのであ、そうなんだ。で、こっからまず毛を、前髪のここに向かって毛を集めてってあげる。だから丸くなるわけでしょ、あれ。だから、がっつりこう周り出てくるリーゼントってちょっとオールバックに近いリーゼントね。ちょっとだけね。そう、ちょいリーゼント。ってことで、こう上げてきます、毛を上に。こういう感じで。ここを意識して当てて、ちょっと毛をピリッて垂らしてあげる。ここから、真ん中あたりからね。こう垂らしてあげつつ、もうこう全部毛を後ろに持ってってあげる。竹ミッチーみたいな感じね。竹ミッチーみたいな感じ。そう、通り部の竹ミッチーみたいな感じ。で、この生え際をこう意識してあげて、こう毛を後ろにあって、ある程度横に来たら上っていうよりも横に流すような感じで描いてあげる。で、あとはこの毛の流れを整えてあげる。そうすると、まあ、リーゼントっぽいキャラが描ける。ほんとだ！まあ、後ろの毛はね、長くても短くてもいいと思うよ。そのキャラによって。こんな感じで、リーゼント、オールバックキャラ。まあ、こういう突っ張るやつ、描けます。じゃあ最後もう一人は、超ボサボサくるくるヘアみたいな。わりかしさんも漫画でよく見ると思った。銀玉の銀ちゃんみたいな。パーマみたいなやつか。パーマキャラ。今までわりかしストレートできたから。しかもちょっと寝癖ポンポンみたいな。そうだね。くるくるパーマヘアでいこう。まあ、前髪をさ、まあ、描くんだけど、こう下に。その前にもうすでに遊んでるくるくるの毛を描いちゃう。むずいや、それむずいね。なんか。その後、前髪とかもくるくる描いていっちゃう。大事なのは直線を描かないこと。もう常に自分は曲線を描く人間なんだぞと思って、くるくるヘアをいろんな方向に無造作に描くこと。ただこれ無造作って言っても実は法則あって、上の毛、ここ外。顔の上の毛外。顔の下の毛内側。これをやることによって無造作だけど漫画キャラっぽくまとまって見える。そうなんだ。一回でこう真ん中あたり
麗の毛は一回こっち側に描いたら次こっち側。左右にこう描いたらこう描いて、次こう描くみたいなイメージ。で、まあここは内側にね。そうそう。で、外側もこう描いた後今度こう描くみたいな。実は案外法則があるんだ。外描く、内描く、内に描く、外に描く。内に描く、外に描く。内に描く、外に描く。これ案外繰り返していくことによって、すごく寝癖ボサボサヘアに見える。確かに見える。内に描く、外に描く、内に描く、外に描く。こんなのを無造作に繰り返してってあげると、めっちゃふわふわのクリンクリン毛ができる。ほんとだ。クリンクリンヘアだ。っていう感じで寝癖ヘアを最後は描いてみました。これ人気出そう。っていう感じで、まあこれだけですね、6パターン描けたから。6キャラできてるやん。みんなこれ応用していけば、もうどんどん組み合わせていけば無限に男子の髪型描けると思うので、ぜひこれから男子の描き方いろいろやってみてください。まあ大事なのは最初に説明したやっぱ生え際をなんとなく理解しておくこと。大事かなと思います。だから高校球児を絶対理解していけ。そうそう。ちなみにこれ私、いろんな髪型の描き方、こちらの本でね、超簡単、新本流漫画家らの描き方。これめっちゃ載ってんだよ。これなんか男子の髪の描き方も、なんか、めっちゃいろいろ説明してたよね。なんか、毛の綺麗な描き方、まず髪の毛の線の綺麗な描き方みたいなの説明してるし、いろんなパターンのね、いろんなパターンの髪型してるので、ぜひよかったらこれもね、見てみてください。あと、ヘアカタログ、男性ヘアカタログは、すごく男性の髪型描くのに参考になると思うので、まあよかったらそういうのもね、資料として見てみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。またコメント欄でね、みんなの、こういうことで今描くの悩んでますみたいなのあったら教えてもらえると嬉しいです。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎吾。はい、やすくんでした。バイバーイ。